こんにちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。今回は字形の整え方のシリーズの5回目で、上下のパーツからなる文字のバランスの取り方を解説していきます。それではよろしくお願いします。はい、上下からなる文字の一つ目が上が小、下を大です。こちらアメカムリなんですけれども、この幅とこの幅ですね。狭くて広いということになります。画数が多いのでどうしても下大きくなりますよね。はい、それが、上を小、下を大なんですけれども、ついでにこのつゆなんですけれども、この全ての3つのパーツそれぞれ画数多いですよね。なのでここもちょうど半分の位置で分けるようにしてます。だから1対1だと思ってください。これがつゆですね。はい、上を小、下を大で2つ目がこの最もっていう字ですね。最ですね。非、こちらの幅と下の幅、下の方が広くなるということです。これもね、上の方が画数少なくて下の方が画数多いので必然的にその形になってます。で、この最の字、ポイントなんですけれども、今言ったように上が狭くて下が広いので、この長い横角が全体のこの枠の中のケースのセンターよりも上になります。これ一つ目のポイント。二つ目のポイントが、ここ耳が来るんですけれども、この縦角、このね、センターのちょうど左になります。これがサイという字です。はい、上を小、下を大の文字、3つ目がこの墨という字なんですけれども、この山、これが狭くて下が広くなります。で、この文字のポイントは、この全体がね、こう山形になるんですね。灰のガンダルの部分ありますよね。で、これに対してこの火が、このガンダルよりも右に来ます。というのは、この全体のセンターに対して火はかなり右に寄ってます。そうすることでこの三角が成り立ちます。あんまりねこれど真ん中に書かない方がいいです。これが隅という字です。上下からなる文字の2つ目が下を小、上が大になります。上が大、下が小ですね。で、これ点、こう占うと劣化とかレンガとか言いますけれども、劣化がありますね。で、ここ狭くなるということです。上が広くなるということです。はい、ついでにこの劣化の書き方なんですけども、ここ揃います。ちょっとこれ僕下書いちゃったんだけど、ここね揃うぐらいでいいです。で、真ん中の2つが少し上。で、この隙間も均等です。これはね、劣化の書き方になります。
はい、下を小、上を大の字の2つ目がこの間という字になるんですけれども、この心ですね。心の部分が狭くなります。下のパーツということになってます。で、広く狭くということです。で、この間なんですけども、皆さん気がついたと思うんですけども、心僕先書いちゃってます。で、こっちを後に書いてる。で、学校の書写だと、こっち先に書いちゃって、心後に書きますよね。これの方がね、上のパーツ、下のパーツと分かりやすいんですけれども、僕はこっちの書風で書いてます。一応両方とも許容になってます。あと、こういうのもありますよね。似たようなので。盛るの時は、僕ね、お皿はね、最後に書いてるんですよ。要するに文字によって、その文字のバランスを見ながら、僕は書き方を変えています。はい、それが間です。はい、続いて明、連名の明ですね。これはこっちの明るいが上のパーツで、お皿が下のパーツになってます。下が狭いということです。この文字のポイントなんですけれども、それぞれね、こういう隙間があるんですよ。で、それぞれ均等、これも縦。ちょっと微妙には違うんですけど、それぞれに均等だと思っていてください。そうするとね、バランスが取りやすくなります。それがメイン。はい、上下からなる文字の3つ目が上と下のパーツをほぼ同じにする文字です。ほぼですね。で、これは田んぼの田と心で思うなんですけれども、同じぐらいの大きさにしましょうということですね。若干田のが大きいですよね。この字のポイントなんですけれども、この経線、センターの上下のセンターの経線に対してちょうどね、田んぼの田の下の角が揃うぐらいだと思ってください。ということはやっぱり田の方が少し大きいということになりますよね。はい、それが思うです。はい。上下をほぼ同じする文字の2つ目が男という字ですけれども、また田んぼの田が来るんですが、田んぼの田と力。今回は力の方が若干大きいです。さっきの思うと逆ですね。で、この字のポイントも言ってしまうと、経線の横線に対して、この力の横角がちょうど重なるぐらいです。ということは力の方が少し広くなりますよね。ほぼほぼでも同じだと思っていて大丈夫です。それが男。上下のパーツをほぼ同じする文字の3つ目が需要の樹ですね。で、これは、こことここが同じぐらいの、高さですよね。この字もそうですね。雨冠、さっき一番最初にロって字ありましたけど、下のパーツの画数とか文字の大きさによって狭めたり、少し、この字に関しては少し広めに書いたりとかバランスをとっています。で、あとポイントはやっぱこういうところですよね。隙間均等にした方がいいとか、あとセンターに対してちゃんと左右対称というか同じ長さで書くとかね、その辺注意すればいいかなと思います。それがね、樹という字です。ということで今回は上下のパーツからなる文字の3つのパターンを解説してきました。上下のパーツからなる文字はね、画数が多い文字が多いので、書き出す前にある程度配置をね、考えておくと
書きやすいのかなと思います。以上、少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。